はい、じゃあちょっと収録始めていきます。今日はちょっと珍しくこういうスタイルでいきたいと思います。お話系のやつ。今日は私がサイクリングをかれこれ9年とかやってきてるので、それのなんで9年とかずっとやってるのっていう部分をお話ししようかなって思います。やっほーメイですっていうの忘れてた。はい、ヤッホー。ということで、どこまで話したっけ？今回の動画はサイクリストの方には共感してもらえるかなとは思いつつ、あとちょっと興味ありますよみたいな、ちょっとサイクリングしようかなみたいなっていう人にも参考にしていただければって思ってます。この収録の前に抹茶ラテ作って、飲みながら紹介しようかなって思ったんですけど、マイクの設定とかしてたらもう飲み干しちゃった。からーん。じゃあ行きますね。まず私がサイクリングを始めたきっかけなんですけど、それは弱虫ペダルを読んだことです。結構オタク気質なタイプなんですよ。意外と。意外ではないか。なんかそれで私すっごい御堂筋くんがすごい好きで、その京都伏見の御堂筋くん見て、私もやってみたいなって思ったから、そんな時におじもねロードバイクをやってたっていうのもあったので、それで聞いてみて、そしたらこう姪っ子、私メイだけど、姪っ子がさやりたいって言ったらおじもさちょっとウキウキしちゃうじゃんっていうところもあって、トントンと話が進んでいき買いました。で当時は高校生の時だったんですけど、バイトは一応してて、寿司屋でずっとバイトしてて、でバイトするにしても別にそこまでお金は使わない方だったんですね。ただバイトしてる高校生っていうのが高校の時に嬉しかったっていうのもあって、はい。でだから結構お金は貯まってたのと、ちょっととはいえちょっと足りない部分とかは、ちょっと補填してもらって買うことができたっていうような感じです。で最初に買ったのはアンカーの RS8 っていうやつ、105の、完成車で買いました。その時はあれかな、フルクラムのエントリーのやつがついててみたいな、ホイールも、っていうような感じで、だいたい25、6万とかで買えたかな、その当時はっていう感じです。いきなり結構ガツガツのカーボンのゴリゴリ系っていう感じで結構周りからは驚かれたんですけど、買った理由、選んだ理由としてはどうせハマったらカーボンとか買うんだからもう早めに買いなさいっていう風に言われてたのと、二度手間になっちゃうからとか言われて、それもちょっと結構偏った意見のある教えだったなって思ったけど、っていうのと、あとはもうズバリ見た目ですね。結局見た目が一番。黒のロゴがちょっと見えにくい感じのバイクなんですけど、そこがすごい好きで、今のサーベロも乗ってるんですけど、それも黒のロゴ見えないみたいなロゴ見えない芸人9年やってますって感じです。で始めた時はすごいこんな高額なもの買って続けられなかったらどうしようとかってちょっと不安はあったんですけど、幼なじみの子がその時にちょうどハマってたっていうのもありますし、学校の後輩とかもチャリ乗ろうよみたいな感じですごい言ってきてくれたので、手前で、走る友達いるからいっかみたいな感じで最初はノリで買いました。でそんな感じから、どうやってここまでハマってったかっていうのを、ざっくりちょっとお伝えすると、高校生の時は、ちょっとたまに乗るぐらい
て、大学生になったタイミングで、サークルに入るようになって、っていうのもなんかちょうど、なんかサークルに入ろうかなみたいな、とりあえずどっか入ろうみたいな感じなスタンスで、ちょうどその自分たちの代の時に女性の方が代表だったっていうのもあったので、ちょっとお邪魔してみたら、すごいゆるふわ系ななんかほわーって感じのサークルだったので、これは居心地がいいなって思って、そこからちょっとチャリサーに入りました。だから競技部じゃないんですよね。どっちかっていうとツーリング系っていう感じで、他の大学のツーリング系って、後々話聞いたらもっと過酷系だったり、四国カルストとか台湾行ってキャンプしたりみたいな感じで、結構ハードだなっていう感じなんですけど、うちのサークルは結構ゆるふわ系だったから、奥多摩行ってキャンプして帰ってこようとか、バーベキューして帰ってこようみたいな感じな、なんかいい具合のゆるさでやってました。ちゃんとも走るし、なんかゆったりご飯も食べたりみたいな、観光も楽しむみたいな感じでやってました。でそこでどんどんハマっていって、特に私はずっとその町の方で育ってたので、あとずっと部活っていうか、ずっとスポーツは水泳をやっていたので、なんかとにかく狭いところに閉じこもってずっと生きてたんですね。プールの中にいたりとか、あと言っても渋谷遊びに行くとか、川崎行くとか、横浜行くとか、そういう遊び方しかしてこなかったので、かつ親も別にそんなアウトドアが好きなわけでもないっていう、なのでなんか全然アウトドアの遊びをしてこなかったんですよ。っていうところもあって、その大学のサークル入ってから自転車乗っていろんな自然を見に行ってとかってしてたら、なんかすごい外で遊ぶの楽しいみたいになってきて、で自然の中、特に山の中とか入っていける感覚がすごい私の中で気分がすっごいリフレッシュできたので、それもあってどんどんハマってったっていう感じかな。でその後からは結構 SNS でそのロードバイク楽しいみたいな感じでアップしてたんですよ。なんかここ行った、あそこ行ったみたいな感じで、そしたらなんかロードバイクにつくハッシュタグ、それでめっちゃいいねとかが来るようになって、なんだこの世界はとか思って、なんかいろいろ見てたら、なんか結構面白い人たちがいっぱいいたりとか、どうだったっけな、そうなんかウェアがあんま好きじゃなくて、もともと最初に着てたウェアがなんかド派手なジャージみたいな感じで好きじゃなくて、しかも全然おしゃれじゃないから嫌だなって思って調べてたら、結構インスタとかでかっこいい海外のお姉さんたちが出てきて、そっからブランド知って、そのブランド経由でいろいろ検索とかしてたら、だんだん自分が好きな世界みたいなのが分かってきて、でそれで物も買ったりしつつ、そこからまた知り合い作ったりっていうような感じで、SNS でどんどん友達できてきたっていうような感じですね。そこからよりテンションとかノリが合う友達みたいなのがいっぱいできてきました。でそのノリの合う友達ができてからは、もうすごいずっとなんか安定して楽しくずっと走ってたって感じで、今ねこうやってオーストラリアにいるんですけど、もうそれはもうハマりすぎたがゆえに、ちょっと自転車のお仕事をこれからしたいなっていうのもあって、その前に一旦ちょっと海外の様子見た上で、もうそのカルチャーだったり、そういうもの日本に持って帰ってきてやろうみたいな部分があったので、はい、ここに来ちゃうぐらいハマってます。オーストラリアに来ちゃうぐらいハマりました私がなんで9年間続けてこられたかっていう部分を、これから説明したいと思うんですけど、魅力は3つ大まかにあるかなって思ってます。まず1つ目がコミュニティ、あとは人とのつながりっていう点です。これは、今の自分を形成しているのは、自転車で知り合った方からすごく影響を受けて、こういう風に仕事をしたいなとか、こういうライフスタイルを将来送りたいなみたいな、そういう感じで、そういう刺激を受けてできたので、かなり影響が大きいです。
であと、老若男女関係なく、楽しめるコンテンツなので、人生の先輩になる人たちともこうフラットにお話ができるっていう、そういう環境だなって思ってます。普通に学校行って普通に会社行ってみたいな感じで、過ごしてたら出会えないような人たちとも、出会えたっていうのも一つ私の中では大きいです。要は他業界の人とも会いやすいっていうことですよね。あと、今まさに感じてるんですけど、この異国の地とかでも関係なく、どこの世界も関係なく、自転車は共通でお話しできるものなんだなって思いました。余談ですけど、この結婚できたのも自転車でのコミュニティ、結局同じサークルの人なんで、そういう部分で、つながりができたなって思います。拳で魅力のその2つ目は、もうとにかくもうご飯が美味しい。もうたくさん運動して、もう一日中走り回って、で何百キロカロリー何千キロカロリーと消費して帰ってくるので、もうご飯が美味しいんですよ。もうライド後のご飯もそうですし、そのライド中に向かうランチとかもそうですし、もう最高です。とにかくたくさん食べたいから、とにかくたくさん体を動かそうっていう発想ですよね。もう罪悪感なく食べれるのが幸せです。もう特にやっぱライド後のなんかちょっとじゃあ一旦帰ってでシャワー浴びてなんなりしてって、その後にこうみんなで集まってまたビール飲むとかするのがもう超好きもうライド後のビールのためにちょっと走ってる時とか全然ある。でもね、夏場はねビールいきなり流し込むのも好きなんですけど、やっぱ終わった後すぐのキンキンに冷えた爽健美茶飲むのが一番好きだったりするかも。もう2リットルのペットボトル一気に飲むぐらいにでもね、オーストラリアにたくさんアジアンスーパーとかあるんだけど、マジで爽健美茶って売ってないの。爽健美茶だけ売ってないの。16茶もあんのに爽健美茶飲みたい。で、じゃあ3つ目はいろんなところに行けるっていうこと。こう自分の足でだいたいどこでも行けるって結構感動することだなって思います。私最長が1日で300キロなんですけど、二子玉から二子玉川から伊豆の方まで走った時は、私いざとなれば伊豆まで行けるんだみたいな、こう謎の自信みたいなとか、あと片道で浜松の方ぐらいまで行けたりすると、もう何でも行ける気がするみたいなそういう自信になるっていうのももちろんですし、あと普通に嬉しいっていう達成感がすごくありますね。で、やっぱ自転車のいいところの一つとして、徒歩よりも範囲を広く回れて、でも車よりももっとディープにその土地を見れるっていうのはいいことかなって思います。何気ないけど、やっぱその土地のこう音だったり匂いとか、空気感みたいなのを感じれるのも魅力の一つだなって思いますね。だからこう運動しには行ってるしとか、こう友達とも話しにも行ってるし、でかつこうご飯も食べに行って、ちょっと観光っぽいこともしてみたいな、こうだからまとめて全部できちゃうっていうのが結構好きな点かもしれないです。っていう感じで3つなんですけど、あと地味にいい点が無言で走っててもなんか全然気まずくない点ですね。ゆとりある感じが好きです。でもなんかそれなりにこう時間を共にするので、朝だけのライドにしても、1,2 時間とか一緒にいますし、こう一日中のちょっとロングライドだと、5,6 時間とか一緒にいるわけですから、こうお互いの仲を深めやすいっていうのもいいポイントだなって思います。で、一人で走ってる時は結構、なんかゆっくり考え事とかもしてますし、普通にただ無でペダルを漕ぐみたいな時もあるし、なんかそのただ無で漕いでる時が結構座禅っぽい感じで、デジタルデトックスっていうのかなそういう感じで離れられるっていうのもいい時間だなって思います。そんなこんなでこう私にとって、9年間続けられた理由としては、やっぱり
こう人とのつながりっていうのと、たくさん美味しいご飯食べれて、でかついろんな土地に行ける、そういう点から9年間なんだかんだ飽きずに続けてこれたかなって思います。なんかこれからも自転車遊びってすごいいろいろあるから、アドベンチャーなグラベルライドもしたいし、ツーリング系の旅とかもしたいし、海外でサイクリングもしたいしみたいな感じで、あと、個人的にちょっとやってみたいなってものが、例えばこうライフステージが変わる段階とかで体力落ちちゃったなっていう時は e バイクとか買ってこう旦那と一緒にサイクリング行くとかしてみたいなとか思ったりして、こうライフステージとかこうタイミングとかに合わせて自分が楽しいと思える自転車の遊び方をしていけたらいいなって思ってます。もしこの動画を見ている方で、これから始めていきたいなって思ってる人とかいたら、ぜひちょっと私のそのライドの様子とか見て参考にしてもらえれば嬉しいなとは思うんですけど、思い切ってチャリとか買っちゃってもいいなとも思うし、こうまずはその通勤用から変えてみるっていうのも手かなとは思ってます。ただなんかすごいこれいろんな人に言いたいなって思ったからちょっと動画にしてるんですけど、なんか無理はしないでって本当に思いますね。なんか日本って結構スポーツを、イコール部活みたいな感じで、こうあくまで大会に勝つためのこうスポーツとして、結構こう染み込んできてると思うんですけど、私もずっと競泳を15年近くやってたので、なんかそういう脳っていうかなのはよくわかります。ただその大会に出なきゃいけないとか、早く走んなきゃいけないっていうのは思わなくていいんじゃないってすごく思いますね。なんか自転車はすごい懐の広いスポーツだから、なんか旅もできるし、こうエクササイズもできるし、もしそれで勝負がするのが好きっていうこの挑戦するのが好きみたいな人だったら、大会とかもうトレーニングとかもうめっちゃすればいいと思うけど、それに引っ張られすぎてなんか無理しちゃうって結局ちょっと自転車つらいとか言ってなるのはマジでもったいないから、なんか自分らしい何が自分が楽しいのかっていうのはちょっといろいろ試してみてほしいなとは思います。あとなんかその私ちょっとさっき言ったけど、そのライフステージとかにライフスタイルとかに合わせて、変えていくっていうのもありかなとは思ってます。それこそ私はその学生時代の時は旅とかをメインに、そのツーリングメインにやってたんですけど、社会人になってからはどっちかっていうとこう週末ライドをしに行きましょうぐらいの感じ、こう友達と話したいから行くとか、なんて言えばいいんだろうな、こう社交場みたいな使い方してたかもそれでも友達と会えるのがすごい気分がリフレッシュする感じだったし、あと実際その自然の方に行くっていうのも気持ちが良かったので、ずっとぼちぼち続けてたっていうような感じです。今はオーストラリアに来ている関係もあるので週にたくさん走ってますけど、なんかもっと追い込みたいとかっていう風にこうちょっとねトレーニング系の楽しみも分かってきたからそっちもやってるけど、今はそういう環境だからそういう楽しみ方をしてるっていう感じ、継続したいなとも思うけど、それを無理して継続するのはちょっと本質じゃないかなとは思ってるから、また環境が変わったらそれはそれでなんか楽しいやり方を模索して、やっていきたいなって思ってます。っていう感じで、自分は自分みたいな感じでこうその時その時に合わせて自分が楽しいライドしていけば、その楽しいって思ってる自分の周りにその近しい人たち、その近しい感性の人たちも集まってくるし、自分もそっちに引き寄せられていくから、なんか結局それが一番自分がこう楽しむためにこう自転車を乗ってるっていうところにちゃんと紐づいてくるかなって思います。だからちょっと無理しないでいろいろ走ってみてほしいな。めっちゃ楽しいから本当に多くの人に乗ってもらいたいなって自分は思ってます。だから今回こうやって動画まとめてみたんですけど、どうでしょうかなんかもしこの動画にいいねって思って共感してくれたりとか、あとは皆さんもサイクリングを続けてる理由があればコメント欄で教えていただければ嬉しいです。
友達やパートナーにぜひ自転車乗ってもらいたいっていう人がいれば、ちょっとこの動画とかねシェアしてもらえたら嬉しいなって思います。私で、力になるか分かんないけど、なんか一緒に楽しもうぜみたいな気持ちだよ。次は何のライド行こうかな。ちょっとまた次のライド動画でお会いしましょう。バイバーイ。